いや元気そうで、まあ、元気では、はい、やってました。はい。弱いダメ。いや僕煽られたんですよ。煽られたんで。まだもう1個ぐらいで。もう1個あるんですか。使いやすいやつ。はいはい。使える範囲で。死んだような時期もあった。まあ死んでるようなもんだったんで、やっぱな去年とかは自分の格闘技人生っていうものに関してはやっぱこう、まあ、腐るというか途方に暮れるというか、結構マジこれどうなってくんだみたいな不安が圧倒的に強かったですね。なんか何とも言えないというか、はい、やっぱこう試合がこう決まんないと何にもこう始まらないんで、やっぱなんか生きがいというか生きてる感じはしますね。眠りから覚めた令和の黒木カリスマ平本結局どうせ見ちゃうでしょって感じなんで、僕の試合を、はい、求められてるんだって思いました。お前クロームハーツも似合ってねえんだよ、バカだせ。関係ねえだろ。僕はもうでも朝倉未来戦のモチベーション、本当お金しかないんで、競技的には圧勝してるんで間違いなく。今の雷神の価値ってシェードライフが作ってったっていうのは、シェードライフをしっかり討伐する。 USC 行きたいですね。秋元京馬がやる気にさせてくれたなっていうのは、いやマジで本当俺の生きる道はもうここでしか。いやー、ただいまです。無理して戦う必要もないんかなとは思ったんですけど、ほんまに格闘技があったから今があるんで、まあほんまに格闘技に助けられた人生やから、好きなんすかね。嫌やわ。嫌ですけどね。どうせ自分がやるからにはね、世界一面白いものを提供したい。請求書、はい、振り込んどいて。ライジン来て一番最初はこう朝倉未来っていうモチベーション、朝倉未来といつかやりたいっていうモチベーションずつやってきて、アンチからも毎日ね散々言われる。競技的には圧勝してるんで間違いなく。ドーピングの結果およびそれにまつわる一連の件についてご説明をさせていただきます。検査結果、発表させていただきます。朝倉未来選手、平本蓮選手、両選手陰性、そういう結果が、返ってまいりました。そういう薬物をドーピングに値するか知らないけど購入した事実はある。本当に平本といえば何騙されて傷つけられてるのって終わった後には捨て本って言われてる。まさかの怪我で欠場になってしまって、結構現実的なこといろいろ考えたんですよね。なんかこう格闘家でやっていくっていうかで、怪我がもう大きかったんで。自分では正直5月の試合を結構飛ばすことは結構不可能なんじゃないかなっていうふうには思っていたんですけど、選手生命を維持することをまずそれを第一優先にしてくれというふうに言ってもらえたので、こういう形で自分は欠場とさせていただきました。断裂してる部分をしっかり縫い合わせたりとかして、なくなっちゃってる軟骨を広げるために穴を開けて何個かで広げるんですよ、無理やり。要は半分骨折させるみたいな感じです、はい、でその骨を形成させていくって手術なんで、まず1年は必ずかかるよっていうふうには言われて、結構ネガティブにもなったし、はい、本当戻ってこれんのかなで、早くやりたくてもやれない葛藤
であったり、俺が一番やりてんだわっていう葛藤がやっぱものすごくあったんですけど、腐りそうになるような気持ちにもなりましたけど、やっぱ秋元京馬がやる気にさせてくれたなっていうのはやっぱ黙って見てる時に思いましたね。やっぱあの選手は素晴らしい。なんかケツ打ってくれたのがあの子の試合。いつかこの選手と大きい試合をしたいなっていう目標だったりっていうか、やっぱだからこう復帰が見えてきて、会見がいざ決まるってなってからの生活が全然違うもの、やっぱ生き生きしてるっていうか、なんか自分で違うんですよね。なんか魂が全然違うっていうか、ああいうファンの人たちが待ってる自分の歓声をこう浴びた時に、いやマジで本当俺の生きる道はもうここでしか、この感情もう本当もうなんか天職だなとは思います。やっぱああいう現場に行くと全然違う自分が戻ってくるっていうか、なんか違うんですよね。あそこでしかあの自分はいないというか。はい、復活します。てかお前俺に負けたら引退すんじゃねえのかよお前。そもそもどうした？お前クロームハーツも似合ってねえんだよバカだせ。関係ねえだろ。お前ネットで騒がれてんだろお前。二度と来んじゃねえ。ラッパーのああいうビーフっていうか、ああいうのとかそういうのをすごい意識しますね。もうラッパーなろうかなと思って、ラッパーになった方がいいよ。はい、もうだから曲作ろうかなと思って、部活入れ物ってフレーザーのが出すのにちょっと今計画中なんですけど。お金積んでもらえれば全然このハゲでもやります。お前言ったな。金用意してこい。なんで俺が用意しないといけない。お前が用意しろ。やらせてくださいだろバーが。ようやく薬抜けて出てきてさ。また戻してパンパンにしてお前ぶっ飛ばしてやるよお前。お前引退したんじゃねえのかよ。朝倉未来も笑っちゃってましたもんね。なんか X のセンシティブ扱いみたいな AV 女優と同じ扱いになっちゃって。いよいよ僕なんか拡散されないんですよ。前だったらすぐ思いついたこととか X でバッとって、X だったらビデオってやったんですけど、今までちょっと何でもこう小出しにしすぎたというか、センシティブネタを今は貯めるに貯めて記者会見とかそういうバッと時に放出していった方が。お前ボコボコにされててよく言えんなお前そんなこと。お前欠場しといてよく言えるなお前。鈴木千尋とかが男の。手を抜かれてよかったじゃねえかお前。いやいやお前。鈴木千尋もあの会見絶対出た方が良かったと思うんですよ。不在級制限ぶってますんで覚悟してください。あんな謎外人参戦みたいなビデオあかんでしょっていうか、あんなもん大きい剣持ってきてやればよかったんですよ。あいつやっぱエンターテインメントの神に愛されてないというか、僕と朝倉未来が言い合ってる中で鈴木千尋もそこに乗っかってこれるじゃないですか。ぶち殺すのライジンも多分俺か朝倉未来が出れないってなったら日程ずらすと思うんですよ。記者会見鈴木千尋なら強行するこのライジンもなんか俺素晴らしいなってなって思いましたなんでねお前。うるせえお前黙れ。お前は本当にそれでいいのかっていう。また流すわ。僕が抜けてで全然面白くなかったと思うんで、その分面白さはやっぱね帰ってきたからには盛り上げたいなって。浩二選手と神戸で激突するファイター。浩二 VS 平本蓮ライジンスタンディングバウトルール。いやーただいまです。迷惑心配かけて本当にごめんなさい。割り勘入れました俺のけじめですね。1年間遊んでましたよ。思ってしゃあなかったですね。はい。
ストップ飲酒運転の T シャツを、それはちょうだい。パーセンテージ俺にもよこせよお前。まあちょっと考えとくわ確かに。スカットカントもスカットカント食べるタイプ開発したから。食べるタイプ気になるなちょっと後で教えてほしい。今やるもんありがとう。社長もね変に筋肉ついてるから多分。いつだってね余裕がある男がモテるんですよ。やっぱりモテる男の星なんですよ僕。僕15歳からこのプロの世界に入って21年間やってきて、まあもう本当に十分戦ったなっていうのもあるし、泣きそうなったらこれかぶり。じゃあ俺と一緒のことをやってみろって誰もできんと思うんで。さないように、手出さないように殴り合うのはおかしい。でも最高やった。それだけ以上。ありがとう。お金が好きなんで、まあ、他の事業でね稼げることももう見つけてるんで無理して戦う必要もないんかなとは思ったんですけど、やっぱりどんだけわちゃわちゃ遊んで、バンバン飲み歩いてもやっぱり物足りんかったらですね、スリルがないね。ほんまに格闘技があったから今があるんで、まあ、ほんまに格闘技に助けられた人生やから、好きなんすかね。嫌やわ。嫌ですけどね。たくさんの応援団とかたくさんのアンチのおかげでこうなれたから、やっぱそいつら最後笑わしてね終わらないとあかんなと思ったんで、まあもう一花咲かしに帰ってきました。まあほんまに格闘技に助けられた人生やから、好きなんすかね。嫌やわ。嫌ですけどね。多分ここラスト試合じゃないですか、コーチ。多分自分がやらなかったら試合することもなかったと思うし、一生懸命ここは最後のチャンスだと思って来そうなんで、余計怪我しないようにしようかなっていう感じですね。頭突きとかここが一番危ないですけど、コータからメッセージ来て、なんかマジコージ選手頭硬いんで僕も拳折れたんでみたいなのが出てきて、まあ、コータなら折れるだろうとは思ったんですけどブアカーンも折れたらしくて、ブアカーンも折れたのって手痛いなと蹴ろうかなって。後藤でキックボクサーだしお互い実際こうボクシング手だけのルールで3ラウンド立とうって思ってる相手って倒すのめっちゃ難しいんですよ。コーチチャレンジ的なところはあります。最低限ですよ、倒れへんことなんて。倒れるやつがアホなだけですよ。フェラーリがあんだけぐちゃぐちゃになっても僕無傷ですからね。もちろんアクセル全開でフェラーリでいきますよ。格闘技本質倒しに行くスポーツなんで倒しますよ。風船がうるさいっすね、ファンが。針でも販売しようかなと思うんですよね。バンバンやってるやつバーンってやれるように。工事はマジ感謝してほしいっすよ俺に。今回の工事戦もその9月やる前に6月からそのマックス・ホロウェイのジムに修行行きたいなって思って、でそのやっぱ資金を集めないといけないじゃないですか。だからまあ工事の試合はまあファイトボで良かったんで、モチベーションが要はお金なわけですよ。自分が見せるプロの仕事ってこういうのだぞっていうのをやっぱ出場する全選手にも見せたいっすね。これだね、フェラーリとこれ RIP でフェラーリ&ストリートツリー、まあ、街路樹ですね。ディッセンバー2024世田谷、やっぱここまでこだわって、仕事なんで、MMA ボクシングっていうものをすごい進化させてきたんで、自分の中で MMA になったバージョンの時はこれはどんな動きするんだろうっていうふうにシンプルに技術的にも楽しみにしておいてもらえたらいいなっていうぐらい進化はしてるんで、
今のライジンの価値ってシェードアイフが作ってるんだなっていうのは、今ライジンのシェードアイフやばいっていう。やっぱ倒して、USC 行きたいですね。USC 日本大会が開催されますみたいな。でその時自分の成績が良かったりして客が集められるっていう状態だと現実的に呼ばれる可能性ってものすごい高いじゃないですか。そういう未来も考えてはいたんですけど、シェードアイフをしっかり討伐するというか、しっかり勝つことの大きさって世界的にもでかいんじゃないかなと思って、やたらなんかやった俺は挑戦したアピールしてますけど、そんだけのお金もらえるんだったらやります誰だって。衣装まで書いてんのにシェードアイフ戦死にに行ってましたけどね。なんかやったことにゴールを感じる朝倉未来と、やっぱそこに勝とうと思う意思を持ってる選手たちではやっぱ意識のレベルが違ってきますね。そういうのも相まってもうすごい今気持ちが入ってます。コージをね応援し続けて、コージに文句言い続けてよかったなって必ず思わすんで、神戸はね僕と平本だけ見に来たらそれで正解です。いくら工事でも工事 KO したら多分9月の試合もっと楽しみになるかなとは思うんで、どうせ自分がやるからには世界一面白いものを提供したい。狙っていきました。ラスト。切りついた。ローティック。これがライジン。とてつもないことをやる。ちょっと動けないか。あと一辺倒。レフリーが止めた。またもや。今の立ち位置はもう納得はしてないですね。もっと評価してくれてもいいんじゃないっていう思いもあるし。トルコのファイター姿を見せました。きます。青っぽくの姿。2026年シーズンはもう誰もが無視できない存在になりたいなと思うし、そういう人たちをもう一人残らず見返したいし。まだみんな自分の強さは分かってないんで、もう俺はトップにいるんだぞっていうのを証明したいですね。高木のここでやってるのは今まで練習したのプラスその将来に向けて伸びるようにって感じで。学びに行った、じゃあそれで強くなったっていかなくて、それをまた反復して自分の血となり肉となりみたいな感じでできる能力が高いんだと思います。職人さんが刀とかを研ぎ澄ましていくじゃないですけど、名刀じゃないですけど、徐々にしっかり積み上げていける選手なので、本当につい最近したような感じがしますね。はい、本当に。やっぱ試合してなんぼですよ、ファイターは。木村修也、ストライカー対決となりました。右と来るところはもう見えているんだと。出るのか。完勝でいいのかなって自分には的には思いますけど、別に押された部分も一個もなかったし、最終的にはちょっともやっとした感じで終わったっていうのもあるんで。やはり視力に問題あり。高木自身が相手を研究して実際の相手の独特なフットワークを使っていくじゃないですか。それに対して右を当てるっていう。で実際試合と練習だとちょっと感覚がずれたりするじゃないですか。そういうのをしっかり自分でその本番で調整できるっていう、どんどん成長している一番の原因ですね。ここから寝技でも打撃でもストライカーフェザー級いっぱいいますけど、じゃあ MMA として本当に全部が強いストライカー誰がいるのかなと思った時に、本当に高木はその辺はこれから突出した存在になれるんじゃないかなと思ってます。
今こう口で黙らすファイターがいっぱいいるじゃないですか。やっぱどこまで行っても格闘技って強さなんで、自分が格闘技始めたきっかけって強くなりたいって思いで始めてるし、そこはやっぱブレずにやりたいし、実力はあるけどなかなか上位陣と当ててくれないとか、結構自分はずっとふるいにかけられてた感覚があるんで、なかなか勝ってもこうそういうそういう感じですかね。はい。だけど自分としてはやっぱり最終的には強ければ全部ひっくり返せると思ってるんで、自分はもうちゃんと遠回りをしてきた人なんで、叩き上げでここまで来たし、一切コネも使わずに実力だけで上がってきたっていう自負があるんで、自信がありますね、自分には。まっすぐですよ。まっすぐすぎて、なんかよく頑固親父みたいなのも言われますね。若くして、はい、もうすでに老害かもしれないですね。はい、そんな若い老害とかワンでも本当9勝3敗とかめちゃくちゃレコードいいんで、いいカード組んでくれてありがとうって感じですね、自分としては。はい。是的，李凯文确实在上一场比赛之后。好了，你们的黑马李凯文上场了。不会，脚上启动的速度很快，看。哦，打到了，打到了，打到了。有的摆拳。中国のゴミ高則って言われているらしいですけどね。いやもうものすごいもう爆発力のある喧嘩屋みたいな感じです。自分からバンバンプレッシャーかけてひたすら打撃を畳み込んでいくっていう分かりやすいもう暴力的な嵐みたいなファイトスタイルですね。中国の人気とかっていうとロードと UFC のおかげで一気に注目を浴びてですね、もうみんな知ってるんじゃないですかね。彼はやる気満々ですよ。このRIZINデビュー戦で一気に印象を上げたいと、そういった気持ちで来ると思います。日本人だけじゃなくてこうアジア人っていうくくりでトップにいるんだぞって証明できる相手なんで、めっちゃ燃えてますね。我很期待再一次的与高水平的日本运动员同台拼技。Let's go。もう本当月勝ってもう誰もが無視できない存在になりたいなと思うし、そのためにはこう文句なしの KO をしなきゃダメだと思ってるんで、でもやっぱチャンピオンになりたいんで、ここ勝って上位陣とやらせてもらってそこに近づきたいなって思いはありますね。まあもう本当にもう舐めてるやつ一人残らずぶっ飛ばしたいし、ファイターだけじゃなくて世間もそうだし、もう絶対に認めさせてやるっていう。ずっと、悔しかったことがあって、こうずっと鈴木千尋の練習パートナーとか、正直嫌なんですよ。もう自分の名前で戦っていきたいし、そう思わせるような試合をしたいと思ってますね。なめんじゃねえっていう思いで。5月10日神戸RIZIN53ライト級タイトルマッチ。絶対王者と言われたサトシを膝蹴り一戦、新王者ノジモ。初参戦から8年、必殺仕事人夢の王座へ。Думаю, мы покажем очень красивый, зрелищный бой в ударке, где я нокаутирую его. 王者イリホム・ノジモフ、挑戦者ルイス・グスタボ。なにわのスーパースター、誰でもいいです。緊急参戦、平本蓮。平本蓮 VS コージ。おしゃべりすぎる銀メダリスト、1年ぶりの復活。存在感のある選手いない。僕が頑張んない金太郎がまさかり担いで殴り倒す。オリンピック銀メダルどんなもんなんかな。余裕ぶっこいてたら知らんぞ。太田忍 VS 金太郎。
ヤバい兄さん梅野幕肘は摂津のベテラン決め師に通じるか。ブレイキングダウンの金獅子か K1 のヤングウルフか。一撃秒殺スラッガー高木亮、中国の火の玉ボーイとバチバチの殴り合い。もう俺はトップにいるんだぞっていうのを証明したい。影の実力者、ついにライジン初登場。松島小読 VS ライアン・カファロ。ライト級生き残りをかけたストライカー対決、ヤンボー VS 宇佐美。ブラックローズの勤労か、なにわのワンパン男か。不屈の睡蓮、地元神戸でもう一度咲くケイト VS ケイティ・ペレス。G ライオンアリーナ神戸。